私の仕事は糸取りの人が終わって枠を取り外して5個ずつ枠に巻いて、でそれを外して今度は編んで仕上げの方に任せるっていう感じなんですけど。強風になって他の工場さん、を見分けるためのなんかアイテムとかありましたか？私が強風になった時はこのオレンジの帽子にこの白い線が1本入ってる感じだったんですけど。強風になって仕事で何か変わりましたか？そうですね、もう全然変わりましたね。強風になる前は4時半に寮の電気がついて5時になったら動かせばいいっていう感じだったんですけど、強風になると4時半前に起きて支度をして電気がつく頃にはもう即工場へ入るような感じで、そしてその糸のお水を示したりじょうろでかけておいたり、そしてその蒸気の温度のまずを見て1時間か1時間ぐらいにだいたい糸の湿り方、硬いともうコチコチでもうダメになっちゃうし、いざ柔らかすぎると広がっちゃうんで、なんていうかその管理がすごく一番大変ですね。仕事が終わった後みんなはすぐ終わるんですけど、私なんかはできた数を計算しないと帰れなかったですね。私の仕事の最初部っていうとこは25人ぐらいだと思います。宗師の糸取りの人たちの方が多かったと思いますね。40年代は結構いたから200人以上はいたと思いますけど、一般の人も入れて。1年目はその新入社員が1部屋に5人ずつで、ベテランの20歳過ぎぐらいの人が部屋長さんになって、こうその部屋とかその寮のしきたりとかそういうのを教えながら1年間過ごして、でこの2年目になると各一人一人こう先輩の部屋に振り分けられて、いわゆる2交代の A 班っていうのが妙義寮で B 班っていうのが浅間寮、そして事務の方たちが鏑寮、2交代の人も何組かいましたね、鏑寮に。ルールとかはありましたか？外出した時に夜の場合は門限というのがありまして、9時までで3回その門限を破ると外出禁止で2週間で寮の黒板に名前を書かれるっていう感じです。仕事が終わって時間のある時に何をされてますか？定時制に行く人もいたんですけど、片倉の方の会社で学園がありまして、国語社会音楽お作法かな、それを3年間午前中仕事の時は午後から2時間かな。で午後から仕事の場合は午前中2時間っていう感じです。でその3年が済むと学科のが済むと今度は研究生ってなって、洋裁和裁編み物とあって、その好きなとこに進めるんですけどね、それはもう辞めるまでやる人はやってました。仕事が終わってそういうなんですかね、クラブ活動があったということですかね。バレー部っていうのができてて、だいたいその創始課の課長とか係長さんぐらいが監督をしてましたね。大会とかもありましたか？片倉同士のいろんな地方から熊谷工場に集まって大会がありましたね。松江工場とかそういう人たちは来なかったですね。東北でだいたい関東大会みたいなもんですね。アタッカーが良かったせいか優勝できた年もありましたけど。